様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はこちらのガーゼで作るルームパンツを紹介したいと思います。で今回は、型紙の準備がないんですけれども、皆様の、着るお洋服の中で例えば、パジャマだったりとか、普段着心地のいいパンツだったりするものがあれば、そちらを活用していただくようなレシピの紹介になります。で今回私が紹介するのは実際冬に履いているパンツパジャマのねボトムスなんですけれども、そちらを実際にガーゼに合わせて裁断していく方法になります。なので型紙の紹介はないんですけれども、お手持ちの、お洋服で作っていく方法を紹介していきますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。まず最初にズボンを裏返しにして1本中に入れていきます。でこの一つの状態にしていきます。そうすると後ろ身ごろ前身ごろみたいな感じになっていくんですね。でちょっと形をきれいに整えてからガーゼの方に乗せていきます。で平らになるのは裾の部分とこのウエストの部分になります。この部分はちょっと縫い代分を考えて、上はだいたい5センチぐらいですね、開けるようにして置いておきます。でもうすでにゴムが入ってるんですけれども、ここのちょうどこのウエイトを置いた部分からそのまま垂直にまっすぐ切っていきます。線も描こうと思って定規を用意したんですけれども、もう直立ちでそのまま、進めています。ちょっとねハサミで切っていくので粗くなってますけれども、ロックミシンであと仕上げていくので気にせずに進めています。でこの股のところは、股ぐりのところはちょっと丁寧にカーブを作っていくといいと思います。で、このパンツの幅はちょっと布に余裕があったので、余ってる分をそのまま使うようにして少し余分に裁断しています。で着丈も自分で自在に余ってる生地でちょうどいい感じにしています。で今度反対側はですね、前身ごろの方をやっていきます。このまま裏返さなくてもいいんですけれども、ちょっと同じ方向で切るためにまた反対側を整えていきます。必ずお尻側と前側とっていう風にして型紙を取るように合わせていってください。で同じようにして裁断していきます。こういう風にやると意外と型紙がなくてもできるんじゃないかなと思います。はい、じゃあこちらが切り取ったパーツの後ろ身ごろの方になります。でもう1枚が前側の方になるパーツになります。でこうやって重ねると実際に後ろのお尻になる方が少し若干ですね大きくなってると思います。で大きくなるんですけれども、サイズを合わせるのはこの股下のところの長さが一緒になってるということと、脇の部分も同じように上から下までサイズを合わせておいてください。今回は余った布でポケットをつけています。ポ
ケット口は1センチの三つ折りにして際を縫います。ポケットは右側のお尻に来るようにして縫い付けていきます。付け位置は目安にしてください。周囲は縫い代の処理をしていないので5ミリほど離して2本縫っています。はい、ここで私もよく間違えてしまうところなんですけれども、重なり合わせる時にですね、こういうふうに無地の生地の場合向きがちょっと分かりにくくなってしまうんですけれども、こういうふうに後ろと前としっかり対称的になるようにして重ねてから、この股下のところと脇の部分を待ち針で留めて両サイドを1センチで縫っていきます。それでは今回は私が普段制作で使用している SL700EX 職業用ミシンで紹介していきたいと思います。はい、それでは針基板、この10のところを見ながら縫っていきます。で今日は、洋服を作るのでロックミシンを使用していきます。こちらは重機の MO3000 という最新版になります。今回から、自動糸調子がついたということで、こちらにですね、変えて使うようになりました。でコンピューターになっているので電源を入れるとこういう表示が出てきます。で、ハサミのマークがあるのでこれを押すと縫えますよというサインになってます。でこの B っていう風になってるのが3本糸1本針のマークになります。ちょっと試し縫いから、これの特徴は膝上げができるので両手が使えるというところがすごいね特徴的になってます。糸切りがついてるので糸も切れちゃいます。で3本ロックなんですけどすごい綺麗なのですごくね気に入ってます。以前使ってたの自動糸調子があったので布が変わるたんびに糸調子が必要だったんですけど、これ完璧に綺麗に1枚でもこれだけ綺麗なのですごくいいです。で自分服なので色糸は合わせずにちょっと濃いグレーで縫っていっちゃいます。でこの糸くずとかが全部ここにポケットに落ちてくれるのもすごくね便利ですよ。はい、それでは今、ロックミシンで縫い代の処理が終わったところです。家庭用ミシンだとジグザグミシンで仕上げていくと思うんですけれども、ロックミシンがあると非常にね楽ですので、もしお手持ちの方はお試しください。では、一つを表にしていきます。分かりやすいようにこの、ポケットがついている方を表にしていきたいと思います。で表にしたら裏のままの片側の方に中に入れます。入れたらこの股上を合わせていきます。
この股の部分の縫い代は交互に倒して縫いずれが起きないようにします。しっかり待ち針で留めます。そしたら上の部分から端からしっかり留めていきます。はい、こんな感じになります。そしたらここを1センチで縫います。このカーブの部分も布をまっすぐにして縫っていきます。これで縫い終えたところです。で、仕上げにロックミシンの方もしています。そしたらウエストゴム通しの部分を作っていきます。ゴム通しは最初に1センチで折ってもう1回折っていくんですけれども、この幅を今回使用するゴムの幅に合わせていきます。で、今回使用するゴムの幅がちょうど2センチになりますので、余分に5ミリ足してもう1回折るところはこの幅を 2.5 センチにしていきます。全部折り目がついたところで待ち針でちょっとずつ留めていくんですけれども、この股のところの縫い代がこうやって倒れてきた場合、この部分の折り方なんですけれど、まず1センチで折ったらこのままこう畳むとここの部分厚みが強くなってしまうので、ここを交互にして倒していきます。こんな風にしてちょっとここねじってるような感じです。で、これで留めます。縫い代を倒す方向はここが、お尻になるんですけれども、お尻を膨らますように後ろ身ごろの方に倒してみます。で、こっち側に倒す場合は最初に右側に倒して縫い代を倒して、ここで包む時にお尻側に倒れるようにするといいですよ。ちょっと縫い代を倒す方向を意識して仕上げていくと、どっちに倒せばいいのかなっていうのが分かるかなと思います。そしたら反対側のお尻の方も同じように縫い代がこちら側に倒れるようにしてみてください。そしたらこのまま縫ってしまうとゴムの通し口がないので、ゴムの通し口を作ります。まず前にして、でこのお腹のところでもいいですし、脇のところでも好きなところでいいんですけれども、自分が変えやすい場所に作ります。で、ここの部分にしようかなと思いますので、ここがのせるように待ち針で留めておきます。スカートを紹介した時はここに開き口を作ったんですけれども、ちょっと簡単に仕上げられるように縫い残すような仕上げ方を紹介していきたいと思います。だいたい3センチぐらい開き口を作っておきましょう。そしたらここの部分をぐるっと際を縫っていきます。そしたらアイロンの作業を同時にできるように、今度はズボンの裾のところも同じようにして1センチで折っていきます。で、ズボンの場合は1センチで折ったら今度は2センチで折るようにしていきます。自分服なので目分量で折っていってもいいんですけれども、ちょっとね丈が変わってしまわないようにできるだけ折り目はつけておくといいかもしれないですね。それではここの裾の部分も同じように1センチで折ったら握ってここで留めるようにします。で、この時に脇でこう上で合わせたのと縫い代が倒れる方向が同じようになるようにしていきます。こっち側に倒すので最初は右向きにして倒れるようにしていきます。ここは少し意識しておくといいかなと思います。ではここで返
し部分が縫えたところです。続いてこの裾の部分も縫っていきます。そしたら縫い始めの糸を切って縫い目を1センチほど重ねていきます。はい、これで縫い終えたところです。まずウエスト部分と裾の部分が縫い終えたところになります。洋服作りで気をつけることといえばこの縫い代の倒す方向なんですけども、だいたい後ろ身ごろに倒すという風に意識しておくといいんじゃないかなと思います。それではゴムを通していきます。今回は、もう自分のサイズで入れてしまうんですけど、だいたい70から75センチぐらいを目安にされるといいかなと思います。ちょっと自分のウエストと相談しながら決めてみてください。実際に入れながら作っていくとちょうどいいサイズになっていくと思います。ウエストに入れるゴムはできるだけ幅の広い、2センチぐらいがあると綺麗に仕上がっていくんじゃないかなと思います。この縫い代もねじって包んでますけれども、比較的ゴムは取りやすいかなと思います。でここで一回試着するなどしてちょっとゴムの長さを調整していきます。四角く囲うようにして縫っていきます。これでミシンは終了になります。お疲れ様でした。はい、じゃあこのように縫い終えたところでしてあげます。この部分はそのまま開けておいてもいいですし、閉じてもどちらでも大丈夫です。お好みで調整してみてください。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。今回はダブルガーゼで作るパンツを紹介させていただきました。夏は結構ガーゼで作るお洋服はさらっとしてて着心地がいいので、ぜひおすすめしたいなと思います。シーチングで作るとちょっと肌にベタって張り付く感じがあるかと思うんですけど、ガーゼはね結構通気性もいいですし肌触りもとてもいいので、もしねマスク作りで余った生地があったらぜひ作ってみてください。今回は、練習用にもう1着ですね、紺のガーゼでも作ってみました。どちらもマスク作りの時に用意しておいたガーゼなんですけれども、マスクの出番がようやくねなくなってきたということで、今回はお洋服の方に変身させました。ズボンって難しそうに見えるかもしれないんですけれども、比較的スカートと同じぐらい簡単にできるので、よかったらチャレンジしてほしいなと思います。本当は去年紹介したかったんですけれども、ちょっとね時間がなくて紹介できなかったんですけれども、去年はスカートを紹介させていただきましたので、よかったらこの夏洋服作りチャレンジされる方もスカートとパンツと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。